大人になっても学び続けてる人っていますよね。本を読んだり、旅をしたり、新しいことに挑戦したり、忙しいはずなのになぜか少しずつ前に進んでいる人。誰かに言われたわけでもないし、やらなくても今の生活はできるけど、もう一段成長したいと思っている自分がいる。もしこれが当てはまるなら、今日はそんなあなたのお話。実は大人になっても学び続ける人って、思っている以上にすごいんです。どうも旅する起業家のるきです。今回は実は大人になっても学び続ける人のすごい特徴7選をお話ししていきます。大人になると特に日々学んでいるかどうかで差がどんどん広がっていきます。少しでも学んでいるあなたはさらに自己理解が深まる動画になっているので、ぜひ最後までご覧ください。なぜ大人になると学ぶ人が減るのか。そもそも大人になると職場の仕事内容さえ覚えてしまえば新しいことを学ばなくても一応生きていけるようになります。学生の頃は勉強しないとテストでいい点が取れないし親にも怒られる可能性があって嫌でも学ぶ環境がありましたよね。でも大人になるとそれが一気になくなる。給料も一応入るし他のことを学ばなくても誰かに怒られることもない。この大人になってからの環境が自由ではあるんですけど同時に自己責任でもあります。気づいたら新しいことを学ばないまま何年も過ぎていて年は取ってるみたいな状況を作ってしまうんです。僕の会社員時代もまさにそうでした。毎日朝から夕方まで働いて休みの日は家でダラダラか遊びに行って1週間が過ぎていく。でもそれだと仕事に行って給料はもらえても自分自身が成長することはないことに途中から気づいて仕事以外で学ぶことを重視するようになりました。そして大人になると家庭を持ったり恋人ができたり子供ができたりしてどんどん自分が学ぶ時間よりも誰かのための時間を過ごすようになっていきますよね。しかしそんな中で今この動画を見ているあなたは実はすごいんです。今の時代ってエンタメ系の動画もショート動画もドラマもお笑いも映画もいくらでも時間を使えるコンテンツがあります。他にも仕事、家庭、娯楽、大人になると学ばない理由、学べない理由はいくらでもつけれるんですよね。そんな多くの誘惑やハードルの中でわざわざこの動画を今開いて自分を知りたいとか新たな知識を学びたいと思っている時点で大人になっても学び続けられる人なんですよね。これは大げさじゃなくて本当にそうです。大人になると変わりたいとは思っていても実際に動く人や学ぶ人はごく一部です。ではそんなあなたに向けて大人になっても学び続ける人のすごい特徴を今からお話ししていきます。大人になっても学び続ける人のすごい特徴7選。1、今の自分を冷静に把握している。これできてる人意外と少ないです。人って基本的に自分に都合のいいように現実を解釈します。これは心理学で認知的不協和と言います。やった方がいいと分かっている自分と実際はやってない自分のズレがあると無意識にその違和感を消そうとするんですよね。例えばタバコは体に悪いと知っているのに吸う。でも長生きしてる喫煙者もいるしなぁと自分に言い聞かせる。ダイエットで言うと痩せたいのにケーキを食べる。でも今日頑張ったからいいかと解釈する。これと同じで学んだ方がいいと分かっているのにやらない状態になると忙しいから仕方ない。今はタイミングじゃない。環境が整ってないとかやらない理由をどんどん作り出してしまいます。でも学び続ける人はそこをごまかさないんですよね。今の自分に何が足りてないのか。どこが弱いのか。それをちゃんと把握して理解しています。そして本当に学ぶ時間はないのかも冷静に見て通勤電車の中や家に帰ってきてからの1時間だけできるじゃんとできる理由を見つけれるんです。この知識ないな、ここ理解浅いなと自分で把握してじゃあこの知識をつけるにはどの本を読むのか。動画でも学んでみようかなと自然と学ぶ行動につながっていきます。学び続ける人って自分の現在地をちゃんと見れている謙虚で冷静な人でもあります。2、現状維持を求めてない。多くの人は無意識に今のままでいられるなら変わりたくないと思ってるんですよね。大人になると成長が止まる人が増えるのはこの心理があります。心理学では現状維持バイアスといって人間は変化イコールリスクと感じるんでできるだけ今の状態をキープしようとします。しかも脳的にも新しいことをやるよりも同じことを繰り返す方が圧倒的に楽なんですよね。新しい習慣が続かないのも意志力というよりはこの脳が楽をしたいことが主な要因だったりします。でも一で話したみたいに自分の現在地をちゃんと見れてる人はそこで気づくんですよ。いやこのままだと普通にまずいなって。現状維持に満足していないし今の自分に危機感もあるから動く。勉強するしスキルも伸ばすし新しいことに触れていく。現状維持バイアスという心理が邪魔しながら脳も今のままの方が運転が楽だから今のままでいいよと誘ってくるのに現状維持に違和感を持てている人でもあるんです。3、自分の常識を疑える。これ、いきなりできるようになるわけじゃなくて、
1の今の自分を冷静に把握することと、2の現状維持を求めてないことの積み重ねなんですよね。自分の現在地をちゃんと見て、このままじゃ足りないから学び始める。そうすると、あるタイミングで気づくんです。今まで自分が当たり前だと思ってたことって、普通に違うかもしれないなって。例えば、これが普通でしょ？みんなこうしてるしって思ってたことが、それまでの自分の中の自分の世界の常識だったと気づくんです。これがめちゃくちゃ大きい。人って自分の常識の中で物事を判断するので、その常識がずっと同じままだと同じ場所をぐるぐるすることになります。すごくわかりやすい例があって、ジム・キャリー主演のトゥルーマンショーという映画なんですけど、主人公は巨大なセットの中で生まれて育って、そこが世界の全てだと信じて人生を過ごしてるんですよね。トゥルーマンにとっては、その小さな世界が常識なわけです。でも物語が進むにつれて、トゥルーマンは少しずつ違和感に気づき始めます。なんかおかしいな。そこからトゥルーマンは自分の常識を疑い始めたことで、初めて外の世界の存在に気づくことになります。これってまさに人生も同じ。違和感に気づいて自分の常識を疑った人だけが世界ってもっと広いんだと気づける。トゥルーマンショー。まだ見たことない人は考えさせられる映画なのでぜひ見てみてください。学び続ける人は自分の常識の枠を一回壊して新しい考え方を入れて自分の世界を広げれる人。簡単なようだけど難しいことをやれている人。4、誘惑に勝てる。今の時代って誘惑がめちゃくちゃ多いですよね。スマホを開くだけでもショート動画、SNS、ゲーム、LINE、多くの選択肢があって、いくらでも時間を使えるものがある。もはやポケットの中に遊園地を入れてるようなもんなんですよね。リアルの世界でも遊びや娯楽は無限にある。時間が解ける仕組みが完成してるんで、普通に生きてたらそっちの誘惑に持っていかれます。でも学び続ける人はその中でちゃんと選んでいます。今この時間は消費するのか、それとも自分に投資するのか、その判断を毎回ちゃんとしています。今もそうで、この動画を見てる時点で他にもいくらでも面白いコンテンツがある中で自分のためになる時間を選んでいるわけです。これ普通にすごいことです。何が大事で何をしなくていいのか、それが分かってるから誘惑に流されにくい。この優先順位が人生の差になっていきます。5、自信がつく。学び続けてる人って最初から自信があるわけじゃないんですよね。むしろ最初はわからないことだらけだし、自分の足りなさも見えてる。でもそこで止まらずに少しずつ学んで行動してできることが増えていく。この少しの努力を自分はいつも見ているので、気づいたら自信に変わっていってるんですよね。しかもこれってなんとなくの根拠のない自信じゃなくて、自分はやればできるっていう実感なんです。一回でも分からなかったことが分かるようになったり、できなかったことができるようになると、自分ちゃんと成長できてるんだなとなる。この経験が次もまた挑戦できるようになるし、さらに学び続けようとなります。結果的にどんどん自信がついていきます。僕も会社員時代に仕事以外の何も努力してない時があって、その頃は本当自信なかったんですよ。当時の日記を見返すと、なんで自分はこうなんだ、自分なんてみたいな言葉ばかり書いてました。で、自信がなくて、自信ができる行動も特にしてなかったので、現実が変わることもありませんでした。そこから、このままではやばいと、地道に読書や自己啓発系の動画を見るようになって、小さな学びを繰り返していったら、気づいた時には、その少しでも学んでいるという事実が自分を信じれる根拠になって思考自体も成長していきました。いやいやながらも渋谷の会社に行くしかなかった自分から自信がついて知ってることも増えてできることも増えたので、今海外でリモートワークで自由に生活できる自分に変われています。自信は動いた先にあるんです。6、同じく学んでいる人と波長が合う。これ、やってる人はわかると思うんですけど、学び続けてると、自然と会う人が変わってくる現象が起きます。同じように本を読んでる人、スキルを伸ばしてる人、新しいことに挑戦してる人、そういう人たちと話すと、なぜか話が合うし、居心地がいいし、自分も頑張ろうと思える。逆に、何も考えず、楽なことに時間を使っている人とは、少しずつズレを感じるようになる。脳の仕組み的にもそうで、人間にはミラーニューロンという、周りの人の行動や感情を無意識に真似する仕組みがあります。なので学び続けてる人は学ぶ人とつながるし関わる。その環境にいるからさらに成長は加速します。僕はこの学ぶ側と学んでない側のどっちの経験もあって、自分が何も挑戦も成長もしてない時に久々に親友に会った時に、彼はその時に有名な YouTuber の専属カメラマンで頑張ってました。
しかし、その頃の僕は特に努力してもなくて報告することがなかったので、最近このアーティストにハマってるんだよねと雑談をしたんです。そしたらその親友が、久々に会ってそんな話はどうでもよくて、今何に挑戦して何を考えているかを知りたいんだよと突っ込まれたんですよね。挑戦して日々学んでる彼と、学んでなくて前進がない僕との会話でもギャップがあったんですよね。その時、確信を教えてくれたその親友には本当感謝です。で、それから自分が学んでいくうちに、次は逆に学んでいない人とのギャップを感じるようになって、自分が関わる人も変わっていきました。7、人間力としての深みがある。学び続けてる人って、まず単純に知識の量が違うんですよね。だから話す内容も自然と変わっていきます。しかもこれ、量だけじゃなくて、質も大事で、どれだけ本質的な情報を知ってるか、表面的じゃない理解ができているかが重要です。さらに言うと、それを実際に体験しているかどうか。ここまで行くと、同じ言葉でも重みが全然変わります。ただ知ってる人とやってきた人では、伝わり方が全く違う。その経験が人としての深みになります。言葉の重み、説得力が出るし、考え方にも厚みが出るんです。僕最近思うんですけど、情報に関しては AI はもうすごすぎて、暗記とか知ってる量ってのは AI が代替できるし、わからないことはすぐに聞けますよね。そうなると人間がどう差別化をしていくかというと、経験だと思うんです。知識を得て、考えを深めて実際に行動する。痛みも失敗も挑戦も成功も経験する。その経験は AI はできないし、人間としての深みになります。経験を積むには学んで前提の動ける知識をつける必要がある。このチャンネルの旅系の動画のコメントを見ても、たくさんの世界を旅してきた人の体験談が書かれていて、その体験そのものがその人の人間としての魅力、人生の深みを作っていると感じました。実際に会ったことも話したわけでもないけど、自ら挑戦をして体験をしていることに尊敬があるんですよね。まとめ、大人になっても学び続ける人は自分の現在地をちゃんと見ていて、現状に満足せず、自分の常識を疑えて、誘惑に流されず行動できて、その積み重ねで自信がついて、同じように学ぶ人と繋がって、結果として人としての深みが出てくる。こういう特徴を持っています。今この動画をここまで見ている時点で、あなたは学び続けれる人です。今やってるその一歩が気づいた時には大きな差になっています。このチャンネルで大事にしているのは、ただ情報をまとめて伝えることではなく、自分の経験を通して伝えることです。起業して、海外に住んで、旅をして、その中で感じたこと、変わったこと、そういう挑戦と体験の積み重ねが人としての深みと、このチャンネルの価値を作っていくと思っています。情報は AI がいくらでも出してくれる時代だからこそ、このチャンネルでは僕が自分で経験したリアルを交えつつ、あなたのスイッチを押せるような有益な動画を届けていきます。僕もまだまだ成長途中なので、一緒に成長していけたら嬉しいです。ぜひあなたの最近頑張ってることや学んでること、挑戦してることなどあれば、ぜひコメントで教えてください。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。